皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、車椅子の人にはとっても大問題な荷物運びについて、お話ししていきたいと思います。車椅子ユーザーは荷物を運ぶということが、なかなか難しいです。特に手動タイプの人たちですね。簡易電動とか電動、またはヘルパーさんつけてるっていう人ではなくて、私みたいな一人行動が多くて、なおかつ手動タイプで動いてるっていう車椅子の人たちは、どうしても手でこういう風に操作をしないといけないので、荷物を持って動くということが結構難しいんです。なので私は普段、いろんなところに動き回るときに、やはり一番目、リュックですね。リュックを使って、旅行とか行くとき、後ろの今、私この押し手がないので押し手に引っ掛けられないんですけど、ちょうどここにね、カバーとのこの溝があるので、この溝に引っ掛けて持ち運ぶっていうことをするんですが、でも、転倒防止バーというものも後ろにはついてないので、これがあんまりにも重いと、後ろにひっくり返って、亀がひっくり返った状態になったりしますし、あとはやはりこの分に入る量っていうのも限られてるので、だいたい夏だったら着替えをあんまり持たない最小限で、下着とズボンは例えばずっと3日間同じで上だけ着替えるみたいな感じだったら3泊4日行けたりするのかなっていう感じでも、冬だったらもう本当に2泊3日でパンパンとかで、私の場合はカメラも持ったりバッテリーも持ったり、パソコンも持ったり、化粧ポーチとかもそうだし、あと尿取りパッドとかで本当にかさばるんです。国内の場合はそういう長期旅行の場合はホテルに荷物を送ろうかっていうことができるけど、海外旅行を一人で行くってなると荷物をホテルに送るっていうことができないので、本当に最小限どうやったら荷物を少なくできるかなっていうことの戦いがあります。前側にね、ボストンバッグを置く人なんていう人もたくさんいると思います。そんな中で、荷物を運ぶときに、じゃあ膝に荷物を置くと振動で落ちちゃうっていうので、前ラップストラッカーっていうのを YouTube で紹介しました。ラップストラッカーの、デメリットっていうので、買ってくれた方を見ると、膝のここの絞りが狭い人だとサイズが合わなかったり、またはそもそもの製品が2万円くらいするので、いや、そんな荷物運びのためだけに買えないよみたいなね、ご意見もあったりしました。普段からつけてるものなので、1キロもいかないけど500グラムくらいはプラスになったりなんてね、様々な、やっぱりメリットだけではないことが多かったんです。じゃあ他に代用品ないかなっていうことで、ちょっと試しに買ってみたのがこちらですね。はい。これ何かというと、本来これはこういったキャリーケース、こういうカバンをね、ここに乗せて、歩く方も多いと思うんです。お土産袋とかもそうだけど、それをこのベルトで留めてあげるっていうような商品になるんです。なので1000円くらいとかで売ってるんだけど、ちょうどここがそのバッグ留めるところでゴムになってて、後ろカチャンっていう風になるやつなんですが、これを使えないかなと思いました。こんくらいの小ささにはなるので、カバンに入れたり、アンダーネットに入れてたり、アンダーバッグ使ってる人はアンダーバッグ入れてたりなんていうことができて、持ち運びができるので、その時必要な時に取り外しが可能です。普通のさ、ベルトも使ってますみたいな方々がいたので、用途としては変わらない同じなんですけど、こういう風にちょうど黒だな、膝の上に置きます。で、膝の上に置いて、で、ちょっと足前の方に出して、膝ごとっていうよりは車椅子ごとかな、車椅子ごとカチャンとしてあげた方が個人的にはいいかなって思いました。こうやって
足通して膝の下でカッチャンコしてあげると、もうこういうベルトが完成するので、こういうリュックとかを挟んで、よいしょ、私が前に紹介したラップストラッカーみたいな感じで、このベルトで挟んで落ちないようにすることができます。こうやってほら、振動を与えても落ちません。ほら、長さのサイズ調整も結構簡単にできるので、こういう風な感じで使えるんじゃないかなと思いましての一つご紹介です。もういらなくなったらカチャンって取れてママとしまえるっていうのがあります。使えるか使えないかは人それぞれだと思いますが、車椅子専用のものじゃなくても本当に1500円くらいって売ってるので、お試ししやすいかと思います。なんかいろんなものに応用で使えそう。はい、こんな感じで、まずこれ一つ荷物運ぶときにどうですかっていう紹介でした。で、続きまして、ずっと映ってる、キャリーケース引きたいよね、やっぱり問題なんです。昔、学生さんからね、こういうものを作ってもらったんです。これがキャリーケースにつけることによって、キャリーケースを引けるようになるっていうものなんですけど、このアタッチメントをこういう風にキャリーケースにカチャンってするわけ。カチャンってして留め具のところ、これはね前の車椅子に合わせて作ってもらったんだけど、この留め具のところをこの後ろのバーにこういう風にカチャンってすることによってこうキャリーケース引けますよみたいな。今やんないけど、今やんないんかいっていうね。ちょっと使いづらいなって思ったのが、どうしてもやっぱりここの金具の部分がね結構かっちりしてるから、しっかり開いてこうネジネジしてギュギュギュカチみたいなことをするのと、キャリーケースに巻きつけるっていう声も結構力が必要なの。しっかりともうジャストサイズで作られてるから、だから他のキャリーケースへの応用が難しいっていうのと、ここの横に広がる幅のさ、こうちょっとワイドになるような感じで、スペースがあるんだけど、これとかをやっちゃうとますますこっちつけるのもちょっと大変みたいな。でキャリーケースじゃあ荷物預けしますってなった場合、ここの金具がさ壊れそうじゃんここ壊れたらもうどうしようもないから、そういうなんかいろんなさまざまなやっぱ手間がちょっと多すぎて、せっかく作ってもらったんだけど使わずにっていうことがありました。で、じゃあなんかないかなって思って発売されたのがこちらですね。知ってる方もいると思いますけど、パラアスリートの水泳選手が監修したと言われるこのスピードっていう、水泳とかのメーカーさんが作った車椅子でも引けるキャリーケースっていうものが、こちら出ました。これ何もするんだっけ？定価っていうか4万くらいするんですよ。で、私これは買ってなくて、他の車椅子ユーザーさんが持ってたから、ちょっと買う前に本当に私にもこれが使えるのかということで貸してほしいっていうことで借りてる状態ですね今。ここにこういうベルトがありまして、これを後ろの、大体基本的には押し手ですね、押し手のところに引っ掛けます。でここがちょっとマグネットっぽくなってるんで、マグネットでカチャンってなりますよ。でこういうループができるので、ループキュッとすることでなんかしっかりできますみたいな感じなんだが、一つ二つくらい問題点がありまして、まず一つ、この幅ですね。サイズがこれ1個しかないんです。なのでこのサイズより小さい車椅子にはタイヤが干渉して、この幅がですね35です。なのでタイヤのこの内側の中が35、以上ある車椅子じゃないとダメです。で、私の場合は一応開きます。ただスペースっていうのがほぼあんまりないので、
この横の動きがあるとキャリーケースがねどうしてもタイヤに当たってしまいます。でなおかつ回りたいって思った時もすごいちょっと邪魔になってくるんです。でもう一つはこのアタッチメントつける高さなんですけど、ここの高さも取っ手の高さがこの位置までしっかりないと止めることができないんですよ。ゆるゆるになります。でこの高さが何ぼかって言ったら70くらいの背もたれ取っ手の高さがある車椅子じゃないと結構しんどいかなと思います。なので友達もちょっと低めの背もたれの人はやっぱ使えないって言ってました。やっぱ自立してる人たちって意外と背もたれが低い人も多い。まあこの場合はね簡易電動の人も弾けるからいいのかもしれないけど、まあ、そういうのもあってちょっと使えないかなと、まあ、実際使ってみてもどうしてもうまくピタッとならなくて揺れがあっちゃって使いにくかったです。であとは大きさですね。このもう一個のキャリーケース、昔から私がね機内用持ち込みでできるサイズで持ってるんですけど、でも機内用持ち込みサイズじゃないんじゃないかなっていうのと、ここまで大きいとこれ荷物パンパン入れた時に自分でちょっと持ち上げたいとかっていう時も多分大変なのだから、でもちょっとわがままなんだがこのワンサイズしかないっていうのも大変だなと。2泊3日では多分これは大きいんだよ本当に長期旅行用だったらいいと思うけど、これもやっぱりちょっと使えないかなっていうのがあります。しかもさ高いじゃん、すごい高いから、もともと例えば健常者の人で機内用持ち込みできるキャリーケース8000とかで買ったやつあるんだったらこれ使いたいよとかってなるじゃんっていうので、もう考えましたよ。いろいろなんかこういろんな方の投稿を見ながらもそうですけど、参考になるような投稿をいろいろ参考にさせていただきながら私が行き着いた、まだ実践はしてないんですけどこちらですね。これ普通のキャリーケースです。機内用持ち込みのキャリーケースに対してこの金具を2つ同じものを買いました。これをなんかどういうのがいいのかね、いろいろ探したんだけど、こっちにリングのこのカラビナがついてます。しかもこの大きさくらいのカラビナがついてます。もう反対にはこのカッチャンコのやつね、カッチャンコのやつがついてて、こうサイズが調整できますよっていうものを買いました。でさっきも言ったように私のこの今のここの取っ手って結構特殊な取っ手、まあ海外スタイル取っ手になっているので押し手ではないんです。そういうところも加味していろいろ考えたんですけど、じゃあこれをまず2つ買って伸び縮みしないこのね取っ手のところにつけますよ。つけます。はい、カッチャンコの方でつけました。でこのまま私のこの後ろこのバーのところではなくて、背もたれのここの金具のところがあるんですが、ここに穴があります。背もたれを調整するための穴があるんですけど、そこにさっきの丸のカラビナを引っ掛けてあげます。今片方引っ掛けました。はい、丸のカラビナをこの隙間にね引っ掛けてあげます。はい、ここでキュッとちゃんとキュッと貼るようにしてあげて、はい、こんな感じでわかるかな、こう動かすことができます。回ってももともとこのキャリーケースの幅が小さいからそんなに大変に干渉することなく動きます。ちゃんとここピッて貼っておけば、こうですね。ケツを振ってもこんな感じ、全然構え効きます。はい、はい、これでじゃあ段差よっこいしょってやってもこんな感じでねついて、そう前のめりになってもちゃんとついてきます。やっぱり
り理想はこの四つ木についてることの方が理想なので、結構ピッて買ってあげることは大事ですね。遊びがないようにしてあげることは大事です。で、じゃあこれ押し手がある人、私は今ここの金具穴あるからいいけど、押し手がある人はどうしたらいいかっていうのはちょっとそれぞれの車椅子で違うと思うので、こっちのパチパチの方を、取っ手と背もたれのここにこう斜めに引っ掛けてあげて、カラビナの方をスーツケースの方につけてあげるかっていうのは、なんかどっちでもだから使えるようにこの製品をちょっとチョイスしたので、カラビナもこう楕円のよくあるちっちゃいカラビナだとダメだったりするから、私はやっぱこの丸のこのサイズのカラビナが良かったなって思って、このタイプを頑張って探してさ、買うことができました。で、じゃあ荷物預けますってなっても、カラビナを外すでもいいし、こっちのパチパチの方をこうやって外してあげて、このままはい、じゃあ預けお願いしますか、機内用申し込みだから一緒でもいいしっていうのだと結構簡単なんじゃないかなっていう話なんですよ。段差登れんのかっていうことなんですけど、ベランダのところが、ちょっとガタガタってなってるので、そこで試してみて撮ってみましたが、こんな感じでいけるんですね。ちゃんとついてくるんです。このスピーディーのこっちのやつと一緒だから、この方法でキャリーケース引けるんじゃないかなと。実践してないんだけど、この家の中とかこう家の周りを使ったこの段差だけだったら結構いけるなというふうに思いました。で、この金具も1個1000円くらいしたかしないかくらいだったかな。もし失敗しても、なんかまた違うものに応用できるし、なんかそんな痛手はないかなと思うので、試しに皆さんご自分の車椅子と、自分が持ってるキャリーケースを比べて、私みたいなこういうタイプがいいのか、もうちょっとリングが細いやつがいいのかとか、なんかいろいろ試してみてください。いろんなアイテムを駆使して荷物も持てますよっていうことを私は知ってほしかったので、私自身もいろいろ諦めてたなぁなんていう時もありましたが、こういう発想を皆さん自由研究を自分たちでやって荷物運びをね楽にしていってほしいなというふうに思います。はいはい、ということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。You're